こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は今着ているこのシャツのここのカフスの部分の作り方を詳しく解説していきたいなと思います。このカフスの部分は伸ばすとこんな感じで長いカフスになっているんですけど、ここにスリットが入っていて、ここを折ってこんな感じで使うカフスのデザインになっています。使ったパターンと本はこの月寄よしこのシャツ&ブラウスという本の中の8番ギャザーシャツというこのシャツになります。実はこの表紙に使われているこのシャツなんですね。この本がなくても袖口のところに空きがないデザインの袖だったらこれと同じようなデザインで作っていけるので、いろんな人に挑戦してみてもらいたいなと思います。本題へ入る前に一つだけお知らせです。ただ服を作るでは自分一人で服作りをするのが不安だなという方や、困った時にはいつでも質問したいという方、あとは共通の趣味を持った人たちとつながりたいなという方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほどライブ配信を行っていて、内容は洋裁の基礎とかパターンの基礎、あとは私の作業風景なんかも紹介しながら随時メンバーの方の質問やリクエストにお答えしたりしています。ライブに参加できなくてもアーカイブに全て残してありますので、好きな時間に何度でも見ることができます。ワイワイ楽しい洋裁クラブといったところでしょうか。興味のある方はぜひただ服の家まで遊びに来てください。それでは早速始めたいと思います。スタート。まずはパターンを作ります。パターンの作り方は本の60ページの下の部分、ここにパターンの書き方が書いてあります。パターン用紙にこの通りに長方形を書いていってください。縦の長さが12センチ、横の長さがサイズによって変わりますが、7号だったら24センチ、9号だったら25センチという風に横の長さを変えて長方形を書いてあげます。そしてこの6センチのところにスリット止まりとして印をつけておいてあげてください。で、これがそのサイズを元に書いた長方形カフスのパターンになります。で、このパターンを使って生地を裁断するときに注意しないといけないことがあります。裁断するときにはここの部分を輪にして裁断するということです。実際に私は初めここを間違えて輪にせずにぐるっと一周縫い代をつけて裁断してしまって間違ってしまいました。ですので皆さんはここを注意してください。この片方の部分を輪にするので、生地はこんな風にパタンと半分に折って、片方はこの折り目のところに揃えて、でピンで留めて縫い代1センチをつけて裁断します。はい、これで裁断が完了です。実際に服を作る時にはこのカフスの部分には接着芯を貼るので、先に接着芯を貼ってから裁断してあげてください。では縫っていきたいと思います。まず最初にカフスを表面を外側にして外表にして半分に折って、ここの折り目に軽くアイロンで折り目をつけます。そしたら一度開いて反対に中表になるようにして折って、この輪の方からさっき印をつけたスリット止まり、この位置までを両サイド縫い代1センチで縫っていきます。スリット止まりのところは返し縫いをしてあげるとほつれてきにくいので、返し縫いをしてあげてください。今ミシンで縫ったここの部分の輪の方のここの縫い代を三角にカットしてあげます。ここは
ミシンの縫い目は切らないようにこんな感じでカットしてあげてください。反対側も同じです。次にこのピラピラ開く方の片方を 0.9 センチで先に折ってアイロンをかけます。こんな感じで片方 0.9 センチで折ったら、ここの開くところをこんな感じで両サイドにパカッと開くようにして、でこんな感じで十字になるようにしてカフスを整えます。縫い代 0.9 センチで折ったところ同士がぴったり重なって、縫い代が折られていない方が重なるようにして、こんな感じになりますね。さっき縫ったミシンの縫い目がこういう風に見えるんですね。今ここは見えやすいように鉛筆で描いたんですけど、実際にここにミシンの縫い目がこのスリット開きのところまで来ています。ここを今折った縫い代を開いて、ここから縫い代1センチでミシンで縫ってきて、ここの部分までミシンの縫い目がちょうどぶつかるくらいか、ちょっと心配だったら1針手前で留めて返し縫いをして糸を切ります。こんな感じでミシンで縫ってきて、ちょうどここでぶつかるようにして縫い留めます。で反対側、こちらの方もこうやって開くような場所が一つできてると思うので、ここも今と同じように縫い代1センチでここの部分から縫ってきて、今度はここにもミシンの縫い目があるので、ここの部分に合流する、もしくは1針手前のところで返し縫いをして縫い留めます。でここの時にこの余分な生地を一緒に縫い込まないように手前の方に引っ張ってあげるといいかな。はい、そうするとこんな感じの十字の形が出来上がりました。そしたらこれを表に返すんですけど、表に返す前に一度この縫い代を開いてアイロンをかけてあげます。ここの三角カットをした方はこんな感じで折り紙をこう潰して開くみたいにして、こんな感じでアイロンをかけてあげるとかけやすいかなと思います。できるだけ縫ったところだけにアイロンをかけてあげてください。こんな感じで三角カットをしたところを先にちょっと表に返してあげる感じで両方ともしてあげます。そうするとこの縫い代を 0.9 センチで折った部分と折ってない部分が残ると思うんですけど、この部分を合わせて 0.9 センチで折った方がぐっと中に入るようにして、で表に返してあげると、じゃん、こんな感じでカフスが出来上がります。で三角カットをしたところがここの部分になるので、綺麗に目打ちでちょっと出してあげるようにしてください。こんな形になったらここの部分にステッチを入れてあげます。はい、こんな感じでステッチを入れたら、あとは袖と合体させてあげて完成です。はい、という感じで今回はここでおしまいにしたいと思います。ぜひギャザーブラウス作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。